はい。では、前回に引き続きですね、お話をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の終わりにですね、新しいモデルが必要であって、そのモデルがどのようなものなのかということについて、ある種のアイデアの説明だけして終わっています。で、少しおさらいをするわけですけれども、旧来知られている物理モデルというのは、粒に対しては、重力と隣の粒や壁からの引力、これ種類はいろいろあるんですけれども、とにかく引っ張られる力が働いているんだと。そういうことになっているという話なんですが、それを実際にコンピュータシミュレーションの中で再現してみると、どうもこの粉っぽくない動きをしてしまうと。で、相手に言うと、引力が強すぎるがゆえに、本来粉というのはもっとパラパラとしたものなんですけれども、ひっついてしまって、ゼリーやスライムのように見えるものになってしまっている。つまり、引力をもう少し弱めるというかですね、そういうものでもってモデル化しないといけないんじゃないかということを、示唆した、わけですね。それで、今回はその続きなんですけれども、じゃあ具体的にじゃあ粒に働いている力が、一体どのようなもので、それをコンピュータシミュレーションにかけてみたときに、どのぐらいリアルに見えてくるのかということを、ちょっと試してみたいなというふうに思います。それで、ちょっとシミュレーションの話をする、見ていただく前にですね、少しホワイトボードを使ってご説明をしたいなというふうに思います。えーっと、天井にですね、粉がくっつく、瓶の底に粉がくっついて、それを逆さまにしたときに、粉が落ちてこないような現象が起こると、そういう話をしていて、そういうようなことを説明をしようとした場合には、この天井に、粒があってですね、この粒には当然、下向けに重力が働くわけですけれども、うん、あら、連携してくれてないかな。あ、来ましたね。よいしょと。えーっと、下向きの重力と上向きの、付着力が、同じ大きさで、働いたときに、これ、粒はでも天井にくっついて離れないという、そういうことが起こるという、そういう話になるわけですね。で、ただですね、このように考えるのは、ある意味ではその高校とか大学で物理を勉強してしまった人の癖のようなものじゃないかと思うんですけども、こんなような形で物が天井にくっつくっていうことは、普通は感覚的にはありえないと思うんですね。これは天井であろうが、下敷きであろうが、その下側から物をくっつけて、手を離したときに、そのものがその天井や下敷きにくっついたまま落ちないというのは、普通起こらないわけです。で、それでも起こるっていうことを、その説明するために付着力って話を持ち出すんですけれども、そんなことは普通はないわけですね。で、むしろ、天井に物がくっついてるっていうことはあるんですけども、それは、付着力なんかによって、くっついてるわけではないことの方が普通は多いわけです。で、そうか、ごめんなさい。これせっかくだからこうしようと思ってたんだ。よっこらしょっと。はい。ですね、私今、ちょっと部屋でこれ喋ってるわけですけど、当然天井がありまして、で、上にですね、ちょっと古めかしいんですけど、蛍光灯の器具がついてるんですね。で、蛍光灯の器具は天井にくっついて、まさにくっついているわけですが、当然ですけど、その蛍光灯の器具に付着力が働いていて、天井にへばりついているわけは当然ないんですね。で、これどうなっていますかっていうと、皆さん、それぞれのご自宅にあるのと同じなわけですけれども、要は天井にフックがついていて、そのフックに器具が引っかかるような形になってて、で、そのフックにぶら下がっているっていう形で天井にくっついているという、そういうことなわけです。で、それはどういうことかというと、天井があって、で、天井にですね、こんなようなフックですね、があって、で、このフックに、蛍光灯の器具、これがぶら下がっていると。よいしょと。
こういう蛍光灯のつもりですけれども、こういうことになっている。だから天井にくっついているわけではなくって、天井の一部に引っかかっているっていう、そういうことなわけです。で、この場合、何色で書いたらわかりやすいのかな。この接触点のところで、下向けに、ちょっと矢印の長さはあれですけど、この蛍光灯の器具が持っている、重質量に基づいて、下向きに重力が働くわけですけれども、この、引っかかっている出っ張りのところで、反作用が生じて、この力が釣り合っているから、この蛍光灯の器具は落ちないっていう、そういうことが起こるわけです。で、粉のようなものについても、こういうふうに考えた方が、無理がないんじゃないかというふうに、私なんかは思うわけですね。で、これ粉っていうのをですね、これ、モデルにするときに、計算がやりにくいという、いろんな事情があるんですけど、丸い球で近似するっていうことを、普通にやるわけですが、むしろ、粉について、それなりに以上詳しい方がこれ見てられると思うんですけれども、ご承知の通り、こんなに丸い、球のような粒でできた粉っていうのは、あんまりないんですよね。で、確かに化学合成して、非常にこう綺麗な球形を示す粒の集合の粉っていうのはあるんですけど、多くの場合、粉っていうのはもっといびつな形の、粒子の集合でして、こんなに丸くはないわけです。で、しかもそれはかなり小さいものなので、天井っていうのがですね、実際は、こんなにその真っ平らな天井なわけでは実はなくて、ちょっと本当に模式的に書くんですけど、例えばですけど、よいしょ、あら、こんなような形。天井にちょっと出っ張りが凸凹がある天井なんだと。顕微鏡で見たら、本当にそのガラスですら凸凹があるわけですから、天井みたいなものについても、このぐらいの凸凹があっても不思議はないわけですね。で、ここに粒が、介在するわけですけれども、今、ここですね。ここのところに隙間があるわけです。で、粒の形が丸じゃなくて、例えばじゃあ、例えばですけど、じゃあちょっと六角形みたいな、こういう粒があったとしましょうかと。で、この粒が、この隙間に今、ある程度うまく入り込むような形で、私はこれ書いたつもりなんですけども、こうするとですね、この粒にはもちろん重力が働くわけですね。で、一方で付着力っていうのは働かない、働いていない前提なわけです。で、それよりも働くものがあるとすればですね、えっと、今ちょっとこの絵は適当に描いてるんですけど、でもここと、あとはここかな。で、この粒は天井の凸凹に接していて引っかかっています。で、引っかかる点では、摩擦力が発生していて、その摩擦力のおかげでこの粒は落ちずに、引っかかって静止しているっていう、そういうことが起こる、はずなわけですね。はずというか、起こっているわけです。で、同じようなことが、その粒一般で起こるんではないのかと、いうことですね。で、これがこれです。これが旧来的な意味での粒のモデルだったんですけれども、新しいモデルというのを、こう考えましょうかと。つまり、まるで9で近似してもいいんですけど、ごめんなさい。こっちだ。これ、これが旧来的なモデルなわけですけど、新しいモデルというのをこうしましょうかと。で、上天井でも何でもいいんですけども、えっと、重力はかかります。重力はかかるんですけれども、上向けの力というのは、その引力な形ではその発生しないで、この接点において摩擦が生じるわけですね。摩擦力が今ちょっとこれ9で禁じしてるのでおかしいんですけども、さっきのこの引っかかりがあるような話でいくと、ここから、その上向きに摩擦力があって、この摩擦力とこの下向けの重力が、拮抗しているから落ちない。そういうことが、
起こるというふうなモデルで考えてみてはどうかと思うわけです。で、この場合ですね、摩擦力っていうのは、先ほど申し上げた通りですね、この接触点ですね。ここで、働くわけですから、逆に言うと、接触しなくなったら当然摩擦力が働かないわけです。で、今、これは、この点で、接触しているので、上向きにこう摩擦力が発生するんですけども、もしもこの粒が離れたら、何らかの理由で、離れることあると思うんですけども、当然、重力は働くわけです。ところが、接触していないので、この粒にはもはや重力しか働いていません。摩擦力は働かないわけですね。で、あとはこの重力に基づいて、下の方に行くと、いうこと。だから、新しく、その設定するモデルというのを、このように考えてみてはどうでしょうかと。接している限りは摩擦力が働くんだけれども、接していなければもう何も力が働かない。そういうものだというふうに、考えてみる。で、そうしたときに、それをコンピューターの中で、たくさん集めて動かしてみたときに、どのように見えるかということを、ちょっと試してみたいなというふうに思います。それで、昨日来お見せしているシミュレーションの画面が、こちらです。で、これは同じですね、コップの中に粒が入っているんですけれども、この粒についてですね、前回までは、その重力と引力が働くと、そういうモデルであるように設定をしていたわけですけれども、今ホワイトボードに書いたお話ししたようにですね、ここにあるモデルは、重力働くんだけれども、接している限りは摩擦力が働き、接していなければ他に何も力が働かないという、そういうふうな味付けをしたモデルとして、作っています。で、ただしですね、これちょっと前回もお話しした通りなんですけど、このアルゴリというソフトが、ちょっと半分おもちゃみたいなものなので、あんまりその細かな摩擦力の設定とかができないものなので、ちょっと少し工夫をしています。で、今これだとちょっと小さくて見にくいので、ですね、こちら。えっと、前回まではただの丸い粒だったんですね。で、ここにその摩擦力が働くようにするわけですけれども、丸い粒なので、本当に丸い粒同士だと摩擦力がほとんど働かないわけですから、ちょっと摩擦力に似たような感じになるように、これちょっとなんか、半分ずるみたいな感じですけれども、この鍵状のフックを、4本生やしてみました。で、このフックがついた粒を、また50個だか100個だかっていうのを集めて、入れると、このフック同士が隣の、ものと絡み合って、そこにおいては、摩擦力に似たものが発生します。で、当然ですけど、このフックが外れるというか、フックが届かない距離にあると、その引っかかりませんので、力は何も働かないという、そういうことになりますので、このフックがあるっていうことが、この粒について、摩擦力が生じるということを、一応、簡易的に模擬することができる仕掛けと、言えるんじゃないかなと思っています。それで、先ほどの、シミュレーションですね。こちら、ちょっと前回と同様、ちょっと動画になってますので、動かしてみてみたいと思います。はい。前回見た、ものはですね、引力が働いていることによって、これが、いわばスライムとか、ゼリーのように見えてしまう。で、もっと真ん中に固まってしまっているような感じになっていて、かつそれが、剥がれにくいと言いますか、
本当に砕けてですね、その粒が、前回お話ししたと、あれでいくと、5個と45個とか、5個と5個と40個というような形で、ばらける現象が、普通はこの場合見られるんですけど、あれ、前回見られなかった。わけですね。で、ところが、今回のものはですね、そういった観点で見てもらうと、私の印象からすると、だいぶ粉らしくなったなという、気がしています。もう少し見てみましょうか。ここからもう一度倒れるときが、私は好きですけども、この辺ですね。今、心あたりが上の方から剥がれ落ちて、で、言ってみれば、このグループと別のグループになって、落下しているという、そういう感じが見られまして、このあたりが非常に粉らしいなという気がするんです。これ作っていただいた佐藤さんは、どうでしょう、前回のものと比べたときに、こちらの挙動とあちらの挙動を比べて、どのような感想を持たれますでしょうか。前回のやつと、あの、えっ流れといいますか、その変形の状態っていうのは明らかに違ってて、今お話しいただいたような形で、あるところは、多少小さな塊を作りつつ、転がっていくと。で、その後ろの方はまだ動いてないところもあるし、またその直線的な界面が現れているようなところも見受けられるんで、時々ある種の粉に見られる状況に近いかなっていう風な印象を持ちますけれど。うん。はい。はい。いや、本当に私もそう思うんですよね。それで、急に禁じするっていうこともだいぶ乱暴ですけど、今回このような形で、その粒に働く力を、引力にするのか摩擦力にするのかという、話にして見てみたときに、その2つを比べた場合は、やっぱ摩擦力にした方が、やはり見た目が粉っぽいんだと、いうことは見て取れたと思うわけですね。で、じゃあ、これで鬼の首を取ったようにですね、その引力が間違いで、摩擦力が正しいんだというふうに言うのも、ちょっとそれはそれでまた乱暴すぎるのかなという気もするんですが、ただいずれにしても、その働いている力が、要は近接力という言い方をしますけれども、その十分距離が近い間は働くんだけれども、距離が遠くなってしまうと働かなくなるような力を与えないと、こういった粉らしい動きは、説明がつかないということですね。で、現在どうしても、その知られている力が、空論力やファンデルワールス力、といった、もの、しかないので、どうしても、なんというのかな、遠隔力としての引力を、が働いているように、扱わなきゃいけない気がしてしまうわけですけれども、でも実際、このコンピューターの中にこの粒子を再現して動きを見てみると、むしろその引力が働いてないようにした方が、整合的に見えるんです。で、このことについて、引き続き考えていって、いかなるその物理モデルが、その粉体を表すのに適当なのかということを、考えていくことに、なるんじゃないかなというふうに思います。で、一旦またちょっとこの辺りでお話を切った方がいいかなと思っているわけですけれども、ちょっとですね、こうなってくると、そもそもではじゃあ粉らしいとは一体どういうことなのかと。いう話が、非常に重要な話になってきます。というのも、そのコンピューターのパラメータをいろいろといじくって、で、あり得る粉やあり得ないような粉を作ることは、実はコンピューターの中ではできるわけですけども、そうしたときに出来上がってきたものが、果たしてそれは粉と呼べるのか呼べないのかというときに、その実物の粉と照らし合わせて、で、そのある種のその粉らしさの特徴をちゃんとそのコンピューターの中の粒が、同じように特徴を有しているのかということで比べないと、
その我々がやってることがその意味があるのかどうかが分からなくなってしまうわけです。で、今これはとりあえず見た目で、なんかこう、ポロポロと剥がれますとか、ベタベタとくっつかないですと、いうことでもって粉らしさとしているわけですけれども、そんなこう見た目だけの、まあ、粉らしさではなくて、もう少し確たる粉らしさというものを、踏まえておいて、その特性をちゃんとコンピューターの中の粒子が有しているかというふうな話にしていかないと、まあ、本当のところ、このモデルの適当さということはわからないわけですね。なので、一旦、まあ、この旧来的な、物理モデルでは、なかなかその分体の挙動が説明がつかない、わけですけれども、新しいモデルを導入した方が、まあ、いいんじゃなかろうかということについては、ある程度の、まあ、妥当性がある話として、聞いていただけるんじゃないのかなというご説明でもって、一旦の、お話を終わりたいというふうに思います。共有を止めまして、はい。では、3回目はここまでです。ありがとうございます。ありがとうございました。